皆様、本日はですね、こちらの鶏肉と玉ねぎ、ネギ、卵、こんだけあればね、私は親子丼を作るつもりだと皆様わかるでしょう。以前ね、しゅんちゃんにも作ってもらったんだけど、今回は私バージョンの親子丼作っていきたいと思います。はい、で用意するのは鶏肉、玉ねぎ、卵、正直この3つさえあれば大丈夫です。で彩りかつ味変じゃないですけどね、三つ葉と、あと僕はね入れるの好きなんでネギ、今回一応これ九条ネギなんですけれども、普通のネギ、白ネギとかでもいいですよ、入れてちょっとね具沢山でやりたいと思います。じゃあ一応全部水洗いしてるんですけれども、じゃあまず三つ葉軽くカットして上にね盛り付けるようなんで別皿に取っとくと。じゃあ次ネギ、ちょっと大きいんで半分に切って、普通にもうこう切ってもいいし、やっぱイメージとしてはね斜めに切ることが多いかな。適当にちょっと大きめでいいですよ。どうせね火が通ってクタッとなるんで、こんな感じでちょっと斜めに切っていきます。玉ねぎを入れずにねネギだけっていうパターンもあると思います。ただやっぱ玉ねぎ入れた方がね甘みが強いんで。じゃあお次はこちら玉ねぎ、薄くスライス。今こっちに切ったけど別にこっちでも大丈夫ですよ。角度的に普通にこっち側切った方が最後まで切りやすいっていうのがあるから。はい、玉ねぎカット。で今回一皿に卵5個使います。でそのうち4つは普通にもう溶くんですけれども、そのうち1つは黄身だけ外して白身は一緒に混ぜちゃいます。1人分ずつ作っていくんでね。ほい、卵は溶いとく。では次鶏肉ですね。こちら鶏肉は僕はもうカット済みのやつ買ったんだけど、適当に一口大にカットしてればいいです。僕はね余計な皮とか油を取ったりとかは特にしないんで、気になる方はね取ってあげてください。で今回使用する鶏肉の量はたっぷり 300g ぐらい。そしたら包丁を使う作業は終了。であとは基本的に1人前作るんですけれど、1人前ずつね。なんで基本の調味料、醤油、みりん、お酒、あとだし、砂糖とかは1回ずつもうフライパンの上で作っていこうかなと思ってるんだけど、だしだけはまとめてやっておきます。今回こちらのプロが使う味、白だし地鶏昆布使います。でこれ10倍濃縮なんで、10倍に薄めてあげて、僕は濃いめが好きなんで8倍ぐらいでいいかなと思ってるんだけど、400作っときます。で今回使う量は200ですね、だし自体を1人1人前にね。じゃあ調理していきます。では調理していきます。まずねみりんを大さじ2、醤油じゃないよこれ、お酒大さじ1、こちらを軽く火にかけて一瞬煮立たせます。一瞬ね。今回は僕も大きいフライパン使うんですけれども、具沢山っていうのがねあるんで、ちっちゃいのだとね僕の理想とする具材量じゃ包みきれないと思ったので、今回普通のフライパンでやってます。ご自宅にね親子丼用のやつあるじゃないですか。ああいうのがあるんだったらそういうのを使ってくれても全然構わないです。で僕はね親子丼甘いのが好きなんで、ちょっと砂糖はしっかりめに入れるんですけれども、だしの香りがしっかり味わいたい方は砂糖はちょっと少なめでも大丈夫です。沸騰してアルコールが飛んだら、ここにだし汁200ほど、お醤油大さじ2、昆布茶ですね。ほんと少量だけどピントが合わないな。これですね、ほんと少ない量ですね。小さじ1/2もないかなぐらいです。とだしのうまみを追加で、ここにお砂糖三温糖ですね、大さじ1杯。いい感じに溶けるように。で一旦ちょっとこれ味見しときます。完璧。はい、そしたらまずこちらに玉ねぎ1人1/2玉ぐらいは入れる感覚で。はい、で、玉ねぎがねトロトロの方がいいんだったらこれもうちょっと長い時間やるんですけれども、僕は適度に食感も残ってていいかなと思うタイプなので、30秒ほど入れたらこちらに鶏肉、こちら入れて鶏肉に火が通るまで2、3分ほど。これを煮込んでる間にねちょっとまた出汁が飛ぶので、
水分量がこれから若干減っていきます。で卵を入れるともうあとほんとすぐできちゃうんでね、こちらでもうご飯をついて大丈夫です。鶏肉に8割方もう火が通ったら、ここにネギを入れて、ネギにも軽く火通します。今回この普通にネギ入れてるから緑が入ってるからね、三つ葉がなくても結構彩り的にはねいいよ。けど三つ葉単純に味が美味しいから入れた方がいい。ちょっと一旦弱火にして卵を6割ほど入れます。はい、それこの時はねまだ蓋しなくていいと思うんだよね。そしたらでここでこんな感じでちょっといい感じのトロトロになったら弱火にして残りの黄身全部入れちゃいます。強火にして一瞬蓋をして10秒後くらい。そしたら上の部分完成なので、こちらご飯にドリッと。じゃあ俺特製親子丼完成。実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。が見てみんな、ちょっとこれ2つ目のやつね、やっぱ慣れるじゃん、こなれるじゃん。見てみんな、トロットロです。完璧じゃない？うまそう。ちょっと食べようかなんだけど、ちょっとこっち食べて。あ、じゃあ一番最初こっちだけ食べるね。出来たての方。そう。じゃあちょっといただきます。絶対こっちの方が今出来たての方だから美味しいよ。具がやばい、ほんまに。いただきます。どう？美味しい。これはもう乾杯だわ。乾杯。俺作ったのに全然うまいわ。いただきます。お店の味すごい。すごいわ。なるほどね。やっぱり僕がね前作ったやつもちろんめちゃくちゃ美味しいんですよ、自分的には満足できる美味しいんですけど、やっぱね自分でこういう風にタレ作るのともう全然違う。こうちゃんのやつはほんとお店の味がする。すごい美味しい。プロのだし、あれプロが使う鶏だしみたいなやつ、あれめっちゃ美味しい。鶏肉の焼き加減もバッチシだし、全然硬くなってないね。全然なってないし、これちょっと時間置いてあるんだけどもう熱々でもめっちゃ美味しいです。であと本当はねこうちゃんが出来たてのやつ食べさせてくれたんだけど、その気を使ってね全然ちょっと時間経ってても後から九条ネギ足してくれてるからシャキシャキです。すごい。やっぱ生と火が通ってるの全然違うな。卵違うね。でね、今回隠し味がてらちょっとうまいね。コクを出したくて昆布茶入れてんだよね。そういうのをちょっと入れるだけでね、だいぶ味に奥行きが出るというかさ。そうだね、だいぶ奥行き出てるね。すごい上品なんだけどすごい味わい深い味する。本当にお店で食べてるみたい。で量もこんな量あったら多分相当お値段するんじゃないかなこれ、実際お店で食べたら。出す原価これ多分2人分でネギとそれとその他調味料を合わせてもでも600円ぐらいかもしれない。すごいわ。技術の賜物だね。やばいね、これは本当美味しい。本当に美味しい。なんかね、なんか知らないけど今日俺めちゃくちゃ無性に親子丼が食べたくなっちゃって、で作ったんだけど、ちなみに僕は結構つゆだくが好きなんですよ。親子丼とかも牛丼にしてもなんだけど、なんだけどもし白米としても食べたいって方は今回1人前約だし汁200入れてんだけど、150ぐらいにしても大丈夫。汁の量抑えたいんだったらね。やっぱりでもネギ入れて正解だわ。このシャキシャキ感。そうだね。ちょっと逆にこのネギのシャキシャキ感っていうのは他のお店であんまないんで、こうちゃんの本当特製のやつだなって感じがする。美味しいわ。ネギが美味しいです。これだったら本当におじいちゃんおばあちゃんの世代まで、すごい満足して食べられる味だと思います。優しいけど奥深いというか、ほんとすごい。専門店で食べるみたい。今回はですねこうちゃん特製の親子丼をね作っていただいたんですけど、
ちょっとね僕前作った時に本当に簡単に作れるっていう意味で作って皆さんにね紹介させていただいたんですけど、その時の親子丼も僕は大好きなんですよ。親子丼大好きなんで本当に美味しいとは思うんですけど、もう全然レベルが違う。やっぱり僕のやつはその出来合いなものを使ってるだけだからね、だから奥深さが足んないね。であとこうちゃんのやつはすごい上品、なんかお店で食べてるような感じなんだけどすごい味わい深くて濃くないんだよね。濃さでごまかしてない感じ、すごい素材の味とかもすごく生きてるし本当美味しかった。びっくりした。お店で食べてるのと本当変わらない、これが600円とは絶対2つで600円だから1つ300円ぐらいかとは絶対思わない味なんで、ぜひ気になる方は作ってほしいなっていうふうに思いました。すごいわ本当、これはやばい。美味しかった。いやでもね、やっぱ普通の市販のめんつゆみたいなの使っても全然美味しいんだよ。なんだけどやっぱこの、どちらかといえばこれね、出汁を前面に出してる感じの味付けにしてるから、結構やっぱ塩辛さとかがあんまりない感じ。そうお上品な味になってるんで、本当だからちょっとお店で食べるような感じに近くなると思うので、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。ぜひ皆さん作ってみてください。めちゃくちゃマジで美味しいです。はい、以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。